Enter FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストは MRD ラボ合同会社の代表で音楽プロデューサーそしてデータサイエンティストである石川哲夫さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石川さんは昨年行われた東京国際ミュージックマーケットで AI と音楽というテーマでビジネスセミナーを行いました。ということで石川さんとはこの番組でも AI と音楽をテーマに今週と来週の2週にわたっていろいろとお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨年のその東京国際ミュージックマーケットの AI と音楽というビジネスセミナーされたと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。やっぱそういう初めてだったんですけども、やっぱり業界でね、音楽業界って幅広いですよね。クリエイターの方もいるし、マーケッターの方もいるし、もしくはそれを運用する方もいて、みんなの、全員が同時に集まってっていう場がやっぱすごい大事で、そういう刺激的でしたね。僕がセミナーした内容に関してもそれぞれの立場でいろんな意見をもらったりとかして、なんか非常になんかこの有意義な感じですね。確かになかなか同じ場所にね、それぞれの専門音楽といっても広いですから、全員が一堂に会するってあまりないですもんね。そうなんですよ。で普段よく会ってる人に終わった後会うんですけど、なんか違う顔で喋ってくるんですよね。なんかちょっと見え張ってるんですかね。そういうその距離感もなんか楽しいなと思ってやってましたね。ちょっと今日は私はアーティストとして、普段活動してますけれども、もちろんそちらの目線もそうですし、それ以外の視点からもちょっといろいろお話を伺えればと思います。海外の音楽シーンでもやっぱり AI の導入っていうのはすごい注目を集めているんですかね。そうですね。音楽シーンというものもあるんですけど、やっぱり一番大きい早かったのは映画の世界ですかね。映画、動画の世界、例えばそのいわゆるサブスクリプションの、ネットなんたらっていうとかが、自分たちの映画作ってますよね。そうですね。あれって昔みたいに脚本があってってもあるんですけども、やっぱシーンを何コマに割って、どこで何人登場させてみたいな明確な指示が AI でやってるんですね。そうなんですか。いわゆるヒットの法則というか、そういうものをそれをずっとじゃあ今までのドラマとか、映画とかでそのヒットしたものたちを分析してこのくらいの人数を出すと人は飽きないで、みたいな。で何秒以上このシーンをやってはいけないみたいな。最初は結構監督さんともね、こんなのやってらんねえよってなったんだけど、やっぱり結果が出るんで、そこはね、そういう法則があるんですね。あるんですよ。あともう一個今回野球ありましたね。WBC、大谷選手とか、そのやっぱり野球の世界、スポーツの世界も全部やっぱデータでやってるんですよね。で印象的だったのは大谷選手に最後インタビューしてるんですよ。ちょっと調子が悪くって、久々にヒットが出たんですよね。でなんかヒット出ましたね、なんかやっぱ調子は戻ってきたということでいいですかみたいな質問したら、そしたらいや、説明のできるヒットが欲しいんですと。いわゆるヒットはたまたま当たるんじゃなくて、でもいわゆるデータで分かって、でそのイチロー選手も昔同じようなこと言っていて、僕はヒットを打った理由が説明できるってちゃんとそのトリガーというか、自分自身のトリガーもそうですし、環境とかいろんな条件が一致して出たものだっていうふうに説明できる。たまたまなんてものはないんだ、あそこまで行くとね。な中でね、音楽の世界の AI ってことになってまだまだ遅れてるんですよ。確かにそうですね。だからやっぱりヒットしてね、ヒットした、こんな曲ヒットして、じゃあ次も同じようなものを作ろうって、同じようなものってなんだよって話になるじゃないですか。なりますね。なんでじゃあ逆にヒットしなかった、ちょっとこれはダメなのかな、もしくはちょっとクリエイターの方とちょっと自分探しの旅出ますみたいになっちゃったりするんですよ。やっぱそうじゃないんですよ。ヒットしなかったこともデータだし、なのでヒットした理由を知るっていうことが一つの AI の使い方の今日これからそんな話もしていきますけども、音楽業界はそういうところに持っていかないと、やっぱり音楽が出てくるのってスピリチュアルなものであって、なんかこうなんだろうな、よく富士山見に行くといい音楽できるとかいいじゃないですか。何ですか。富士山を見に行くと、富士山のエネルギーをもらってみたいな、そういうのも言ってもいいんですけど、やっぱりこのデータというものは一つの、エビデンスとして大事になってきますよね。見方にもなってくる。そんなようなことで、やっぱり音楽の世界ではまだ、ただ一つ音楽世界で今新しいビジネスモデルで、僕注目してるのが、ボイスモデルってわかります？ボイスモデル、いわゆる例えばテイラー・スウィフトさんで、テイラー・スウィフトさんの声を全部モデリングって、いわゆる
はい、それで歌わすことができますよね。そうだ、テイラー・スウィフトが歌ってるわけじゃないんだけど彼女の声を使ってでそれは今までも、本人じゃないしろ初音ミクさんとかああいうエンジンでもできるんですけども、実はそのボイスモデルというのは面白いところは、ボイスを提供した人が権利を持ってるんです、なので僕が例えば曲を作ってテイラーさんの曲を使い出していいんです、でそれの権利は少しテイラー・スウィフトに戻っていくという、ちゃんと声の主に。そうなんです、もちろん精査ありますよ、何でも変な歌詞歌わせちゃダメってあるんですけどそういうのがあって、新しいモデルとして参加したように本人に権利がいくみたいなミュージックビジネスが生まれるというのは、これも新しい AI の使い方かななんて思いますね。実は先週の回でも、この番組でですね、シモン・トバーズという存在について触れたんですけど、ちょっとそこの詳しいもっとさらに深く今日はちょっとディグっていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。そもそも石川さんが AI に関心を持ち始めたきっかけは何だったんでしょうか。そうです、AI って言葉は昔からありますけども、今日話してる AI っていうのはもうここ数年のことだと思うんですね。もしかしたら本当1年ぐらいのことかもしれないので、やっぱ進化のスピードがすごく速いので、やっぱり AI というものが社会権っていうかもう持ってきたと。ただ僕自身はもともとシンセサイザープログラマーという、仕事だったんですね。もう何年も20、30年前ですけども、でシンセサイザープログラム何かっていうと、今で言うと、キーボードとかボタンを押すとベルの音とか、トランペットの音がパッて出るじゃないですか、で昔は一個一個作ってたんだよね。もういわゆるもうなんていうの、うまく説明、昔で電話回線でパッチするみたいな、タンスって呼ばれてた、ああいうので一個一個作ってて、でそれをどんな音を作るかっていうのをオーダーするのはプロデューサーだったんです、でその時プロデューサーはベルの音とか言う人もいいんですけど、なんかここに空が明るくて、なんかこう星がみたいなキラキラキラって音をちょうだいみたいな、大事ですよね。そうですよね。でもっと聞くのがなると、ここでヒットする音ちょうだいみたいな、困っちゃいますね。だからいわゆるその曖昧な言葉を音に変えていくっていうところで、まず自分の中できっかけ、これ面白いと思ったんだよね。それがでそんな中で、審査でプログラムやりながら途中プロデュースとかやるようになって、90年の後半ぐらいだったかな、ここはあえて言いますけど音楽がつまんなくなっちゃったんです。っていうのはもう同じ人ばっかりが悪くないんですよ。なんか多様性がなくなってきた音楽の、なんかプレイヤーとかそういうプレイヤーとかいわゆるヒットチャートに乗る人が同じアーティストばっかりの、別に悪いわけじゃないんです、ただその時に売れなかったんだけど一緒にレコーディングとかしてるやっぱり才能のある人、でもしかしたら売れる要素はないのかもしれない。でも才能のあるやっぱりクリエイターってたくさんいたんですね、でその人が全然日の目を浴びないじゃない当然、で今で言うと、こんな人面白いよって言うとググれば、絶対出てくるんじゃないですか、と2000年頃って全く出ないんですよ。っていうのはアーティストの名簿が存在してなかった、日本の場合は。名簿、いわゆるアーティスト名で検索しても出てこないんですよ。いわゆるそういうデータベースがなかったんです。なんで急に思い立ってデータベース作ろうと思ったんですよ。音楽をちょっともう飽きてきたとなって、データベース作ろうと思って、でデータベース作ろうと思ったら最初で人物データベースを本当に 4,5 年かけてもう何十万人のデータベースで AI というところでいうと、その人たちに一個一個点数をつけたんです。で点数って何かっていうと、例えば売上枚数だと、もうなんかちょっといやらしいじゃないですか。この人が偉いみたいなじゃなくて、業界の貢献度、この人たち地道にちゃんとやってる人にはやっぱりちゃんと点数上げようよと、売れたとしてもそれは確か貢献してるけど、でもパッと売れてパッとやめちゃったら業界には貢献してないよねみたいな、そんなようなデータが欲しいな。いわゆるアメリカのでユニオンっていうのがあって、やっぱりもちろんヒットした人はすごいんだけども、長く、業界を支えてくれる人には大きなものが返ってくる、そういうものを作ってたという長くなりましたが、そのあたりから AI というものっていうのを意識し始めてるってことですね。データを意識してる。石川さんの中で一つ、疑問が浮かんだりというか、そのアーティスト同じ人がよく出ているなっていうところで、新しいものを見つけたいっていう思いから、そう見つけたい、伝えたい、みんなに知ってもらいたいって言ったりね、そういうようなものでやってるのがすごい素晴らしいですね。ちょっとここで、今いろいろお話伺いましたけど、まずちょっとあえてここで一つお聞きしたいんですけれども、そもそも
AI って何なんでしょうか。そこに戻りますかちょっと一応 ね、はい、いろいろ聞く前に、硬い話で言うと、はい、最近の LLM といういわゆる大規模言語モデルっていうのがあってですね、はい、いわゆるもうネット上ことで広げる全ての文章を吸収して、解析してっていうのが AI なんですけども、はい、進化やっぱり一番ここ何年かでここ100年ぐらいなのかな、一番脅威なものだと思ってます。最大の発明でもあるし一番脅威なものっていうのは進化が半減が早すぎるんですね。いわゆる、これが、単なるデータなのか、はい、もしくは意識を持つようになっていくのかとかっていうのがまだついていけない。なので、AI ってまだ定義が分かんないんです。今日の段階だといわゆるすごくいろんなものを学習して人間のように振る舞ってる、見せ方をしてるだけ、ただもしかしたら変わっていくかもしれないですね。意思を持つかもしれない。そうですね。人間は子供の頃から生きて5歳10歳になってどんどん経験値を積んでいって、これもできないことないんです AI には。だから本当にリアルタイムに5年かかるのか分かんないですけど、そういうものを想像していくと怖い。なので AI ということで言うとそういうまだ未知のもの、ただすごく可能性があるものだなというふうに感じますね。最近私映画ロボットドリームという映画を拝見したんですけども、ああいうロボットも、もしかしたら AI の力によって出てくる日が来るかもしれないということですよね。私、昔からドラえもんだったり鉄腕アトムみたいな存在もありますけれども、そういったものももしかしたら、AI を生物として扱う、ちょっとこんなことも飲まないと話せない話なんですけど生物として扱うか機械として扱うと線引きだとね。あともう一個すごくやっぱ大事なところ AI っていうところで言うと、使おうとしないと単なる数字の計算機なんですよ。で使おうとする気持ちがあると初めて AI になるというようなところがあるので、使用する立場の人がいて初めて自分が使いたいと思えば AI になります。でなんかこれうさんくさいなと思うと単なる数字の塊になるので、ここは意識にもありません。誰が持って AI というかみたいな。やっぱり一応コントロールする側として人間が存在する、人間がいないと存在できないのは AI であるし、あるべきであるかなと思います。ありがとうございます。これその AI を今昨今ね音楽業界でもね使っていこう、そういう話が出て、長くなってきてるのかもしれないですけれども、その AI がそもそもその音楽制作音楽の分野に取り入れられるようになったのって実際いつ頃なんでしょうか。そうね、これも AI という言葉で縛られないと、やはり80年代1980年代の中もヒップホップを中心とラップとか中心にサンプリングっていうのがあります。今当たり前ですよね。その時の誰かの曲の一部をサンプリングしてそれを組み合わせて曲を作ってしまう、もしくはオマージュする、そういうのがやっぱり最初じゃないかな、考え方としては。そういう考え方がAI の AI とか、そうで今いわゆる AI の中で一つでいう生成 AI というのがAI が勝手な音楽を作っちゃったりとかするという一つの生成 AI というところのきっかけはやっぱサンプリングじゃないかな。AI と生成 AI ってまたちょっと、そう AI は大きな意味で AI で、生成 AI というとあと分析する生成 AI というのは何かを作り出しちゃうんですね AI が。でもう一個の AI は大量のデータを解析して、これはどういうことなの、こういうことですよ、要約してくださいねみたいなことをやってくれるのがもう一つの AI なんで、この定義ははっきりしてないです。僕が言ってることも別に誰かが決めたわけじゃなくて、大きく分けるとそういう2つに分かれる。でその観点から言うと80年代ぐらいからもうそうで音楽で言うとそのサンプリングを使うようになったっていうのが、今で言う AI の使い方に近い、一番近い使い方かなと思いますね。そうなんですね。多分その先ほどおっしゃった2つやり方があって、データ解析とか分析に用いるみたいなのも、とても便利なというか、いろいろこれから人間が使っていけるものだと思うんですけど、一つまずみんなリスナー私含め疑問なのってその生成 AI AI が曲を作っちゃうとか音を作っていく曲を作っていけちゃうことだと思うんですよ。で現時点で今音楽生成 AI が実際に行ったもの作品とかって何があったりしますかね。これはね実は分からないって言ったら分かんない
表立って生成 AI で作ったっていうのはないんですが、昔で言うと覚えてますか、美空ひばりさんの、AI 美空ひばりさんとか、紅白歌合戦にも、あれはですね、美空ひばりさんの過去のトラックから、これはステム技術っていうんですが、また生成 AI とはまた違うんですが、いわゆるカラオケだと歌がないですよね。今度歌だけを抜け出すみたいな、それをAI でやってます。昔はですね、いくらだって分かりますか、このトーンコントロールみたいなので、ボーカルって大体中域ぐらいあるので、中域を落としてちょっと音がちっちゃくなればみたいなんだけど、今は計算して歌というものを AI が理解して歌だけを抜け出した、それを使って復活させた。で歌い方もちょっと変えてあげたみたいなのがありますね。ああいうのがあります。あとはですかね、最近でビートルズがもともと確かデモテープから抜き出して、本当はこんなことやりたいんだろうっていうことをやったりとか、あれもステム技術ってやつで一つの音源からドラムだけ抜き出したりとか、ギターだけ抜き出したりとか、そういうことができるようなものですね。それが最近よく使われていますね。あとは密かに使ってる人がたくさんいるので、そうなんですね。そうね、生で使ってる人っていうそうなんですか。だからかなり、参考資料として使ってると思いますね。ただそういう表で使ってるものでいうと、そういうようなものが今は、多いかもしれないですね。AI を使いましたみたいな感じで。ただちょっとまた後で話すのかもしれないですけど、ただその AI を作るところの自動生成する分に関しては今なかなか難しい問題もあってですね、著作権の問題とかそういうのがあるので、その辺はちょっとまた他の時でも話せればと思いますが、ここがあるので、なかなか今表に出てこないような状態だなと思ってますね。そうなんですね。ありがとうございます。AI を音楽にまつわるデータ解析に使うこと、先ほどありました。どのようなメリットがあるんでしょうか。先ほどの生成 AI とまた違う方向なんですが、すごくちょっと硬い言葉で言うとですね、音楽って形がないですよね。例えば映像だと絵に見えたりとか目に見えたりとか、もちろん耳に聞こえるって言うんですけど、重みがなかったり無味無臭であって、で簡単に言うとデータで言ったら、どんな曲でも同じなんですよ。もう010の塊で。というところを、僕の中の言葉で言うとマシンリーダブルっていう言葉を使うんですね。マシンリーダブル、音楽をコンピューターに入れて理解させることができる。なんで音楽ファイルをコンピューターで分析すると、もう数万、下手すると数十万のデータが取れるんです。データはどんなものかというと、人間の指紋みたいな感じです。それが出てきて、それをすごく集約するというか、分析することによって、この曲の特徴を割り出してくるんですね。でこの曲の似てるとかで、もっとすごくやっていくと、この曲のジャンルってなんだよねみたいな。ジャンルって難しいですもんね。でここは今もちろんここが一番大事なところなんです。今日本じゃない世界的にやってるジャンルというのは、いわゆる例えばパッケージがあった、CD があった、それをどこに置くかという、ジャンルなんですね。これ例えばクラシックですよねとかロックですよね。でもそんな簡単じゃないですよ、ジャンルって。そうですよね。もちろんロックの中にもクラシックの要素あるし、オペラの要素もあるし、フォークの中にもヘビーメタルの要素があったりとか、そういうものを AI に入れると分かるんです。一曲をやると、この曲にはロックの成分が 2.8%、ジャズの要素が 15.8%、というようになので、どんな曲を入れても全ての要素が入って、もちろん 0% もありますよ。0% もあるんですけど、全てのでジャンルでいうと大体600ジャンルぐらいのものをくっつける。であとは歌詞とか、面白いのはコード進行ですね。コード進行はもう黄金のあるじゃないですか。ありますね。マルサ進行とか、コード進行、そういう名前がついてるのもありますけど、そういうもののズバリじゃないんですけど、その要素が何%入ってるかっていうのを、そうすると、何ができるかも想像してますよね。ニヤニヤしちゃうんですけどすごい。あとは、楽器の成分を、分析できるんですね。どんな楽器が使われてるか。でそれは実は大したことないんだけど、実はあるユーザーの人に、この曲好きって言ったら、なんかあんまり好きじゃないんだよねって言って、なんで好きじゃないのって言うと、いやなんかわかんないけど、難しいですよね。自分の好き嫌いの判断基準って何なんだろうって。でこの曲が好き、なんで好きなのわかんないって言うじゃない。で AI で分析すると、あなたは後ろで小さめに10人ギターがストロークしてる曲が嫌いなんですよということができるわけ。すごいです。そうなると、やっぱりその人の思考が、潜在意識が読めるでしょ。
教えてもらいたい、私の好き嫌いも。だからその聞く人もあるし、さっき言ってたその作る人、コード進行、なんであなたが行きたいとこはここなんだけど、あなたが行きたい楽曲の成分とあなたが作っている曲はこれだけ違うんですよ、ここに行けばいいんじゃない、でも自分ではたどり着けないところは、じゃあ誰かと組みなさいよ、コラボレーションしますよ、そういうものの可能性が、いやそれがマシンリーダブルというやつで、楽曲を解析してその楽曲を公平に、だから売れるか売れないか聞いてもらいます。この曲売れますかね、いやそれは分かんない、そうですよね、そこはまあ時代だったり、その当時その時のその世界の情勢だったり、本当にそういうのもありますものね、でもそれとは切り離して考えた時、単純にじゃあ何年の何月にこの曲がめちゃくちゃ売れた理由っていうのが分析できるようになるから、じゃあ例えば当時その世界情勢今とちょっと似てるところがあるなっていう時に、じゃあもしかしたらこの曲とちょっと似たような方向性で曲を作れば今年ヒットするかもしれないみたいな、そういうふうに考えられるってことですね。いわゆる株価予測だよね必ずどんなもんでも、ファッションでも株価でも波になってるわけじゃない、それがいろんな波があるから、今バイオグラフみたいにちょっとずれたりするんだけども、必ず急には来ない、でその中ではそういう予測が予測ができると言ってるでしょ、実はそうじゃない、どこも見えてるんです。やっぱり突然出てくる人っているよね、なんかこういますよね、あれはいわゆる僕の世界で分析の世界でいうと突然変異というんだけども、突然変異、いわゆる、ずっと波のように流れた中で急にとんでもない人が出てきて、なんか急にその音楽のなんかムーブメント持ってっちゃうみたいなね、そういうことも起きるので、それが起きる可能性はもちろん見れるんだけど、いわゆる売れてるところだけ見ると、結果でしかない、トレンドが見えるだけの、売れてないところってどうなってるのって分析していくと、そこのところにすごくやっぱり種が埋まってたりとかするので、そういうのを AI マーケティングって言ってるんですけど、だから一生懸命人間がやると売れてるもの、この人が売れた、この曲みんな行けみたいになるけど、そうじゃない。そうですよね、売れてないとこって何なんだろうっていう、そこが大事ですよね。やっぱり突然ね、急にそのとあるアーティストが急に名前が売れて一気に、いつの間にかその人の時代になってたみたいになりますけど、絶対に何かしらそこにたどるまでのそのアーティストのその苦悩とかいろいろこういうアプローチをした上でっていう、そういうその奇跡が絶対あるわけじゃないですか。そこに注目しなきゃいけない。でそのためにすごく助けてくれる AI っていうことですね。なんかちょっと話して重みがありますね。ありますいやでもそしたら、ぶっちゃけそのね、出してもなかなかヒットしないなっていう時に、もしかしたら自分を責め始めるというか、自分には才能があるんじゃないんじゃないかとか、なんかこんなんじゃダメだなみたいなのを、ちょっと助けてくれる存在になる。じゃあさっき話したヒットの理由ですよ、ヒットの理由を知らなければ、ヒットが出ないし、売れなかった理由を知らなければ、復活はできない。そうですよね。私一回売れた後もその後やっぱ続けていくのがすごい大事じゃないですか。そうなった時の、大きなヒントをまたくれる存在になるかもしれない。いわゆる音楽、もちろんもっとたくさんあるんだけど、いわゆる人材発掘とかもできるじゃないか。いわゆるインディーズアマチュアの方が、投げてくるサイトあるじゃないですか。よくこうデモテープっていうか、でそういう人が投げてるんだけど、やっぱりそれを聞く人って今人間なので、やっぱりなんていうんですかね、この今 DAW ソフトで音楽するソフトでバッチリ作ってる人は目立つんですよ。あと SNS の発信力があるとトップ上の方に来るので、やっぱ下の方にいる1万9000番とか1万ぐらいの人は、僕たまに見るんですけど、そういうサイトがあるんですが、下の方としても楽器も弾けない、机をこうやって叩きながら、もう眠それを歌ってるんだけど、でもそこに種が埋まってたりするんです。でこれは人が見れる、パッと聞くとなんだこれふざけんねえじゃんこの人みたいな。実はちょっとこれ言っていいのかな、あいみょんさんって言いますよね。あいみょんさんって実はそのサイトから見つかってて、実はもう楽器もなく本当にもう酔っ払って、でも内容はそうです。声もするんですよ。なんかでも歌い方をって言ってるんですよ。でそこも当時ワーナーミュージックのところで、みんななんだこれって、誰も見抜くしなかったんだけど、その時のCEO 社長さんが、ちょっとこれ関西の人なんだけど、これええんちゃうかちょっと呼んできてそっからなんですよ。今はもうね、弾き語り
をされている印象がやっぱりありますけど、その時はじゃあもう本当に鼻歌ぐらいのそういう感じで、もちろんそれで自分のやりたいことを表現してたんですよね、でそれをゴー&プロデューサーは見つけたんです。だからどんどんそういう人その目が必要ですね。そうなんですよ、それが今どんどんいなくなっているんですよ。いなくなってるんです、ね、やっぱりレコード会社もだんだんこう制作をしなくなってきたりとかするので、ゴー&プロデューサーが育たなくなっちゃうんですね。なんでそれを AI が取って変わろうという、そういうような構想も今あります。でもそしたらじゃあ例えば今はね本当に SNS が割と大きなきっかけになっていると思うので、音楽業界なかなか SNS が難しいとか、その苦手だったりどうしたらいいかわからないとか、いろんな理由で本来は歌が好き、音楽が好きっていう気持ちはすごい強くあるのになかなかうまくいかないっていう人も多分きっといると思うので、そういう人にスポットを当てられる大きな、そうなのよ、きっかけというか存在になっていくっていうことですね。だからもっとそういう自分に可能性があるかどうか分かんない人でもっと音楽を作ってほしい。そのためにはさっき1個目で言った公平な指標っていうのが大事なのね。例えば自分で曲作るじゃないですか、で自分ではいいと思ってるんだけど、人に聞いたら人どう思ってるかなってすごい不安なんです。そうですね。でこれを毎回ちゃんと答えてくれたらやりがいがあるよね。ありますね。ここはこうでこうで本当にそうですね。辛い部分もあるかもしれないけど、辛い部分もあるかもしれないけど、やっぱ自分が作った曲投げてみてこれどうだって言って、だけだともう本当にきついですから、ここはこうだけどここは毎回、全部言ってほしい。それを自分が作ったものを投げたら全て公平に返ってきたら、やっぱもっと頑張ろう、やってみよう、このサイトは私のことをちゃんと見ていってくれる、ということがあるとどんどん増えてくる。そういうのを今目指してる。かなり実質に動き出してるんだけども、そういうものを作っていくっていうのが AI のもう一つのすごく大きな使い方。すごいワクワクしますね、なんだかね。そうなんです。それが今までずっとあったのよ。ずっと昔は人間がやってたの。でもできなくなってきたから AI に置き換えるだけで、AI がなんか新しいこと作ってるわけじゃなくて、人間がいなくなっちゃったから人間を補っていこうというプロセスではあるけれどもっていうことですね。そういうこと。考え方は変わってはいない。ありがとうございます。今週はちょっとそろそろお時間となりましたので、また来週も引き続き石川さんにお話を伺っていきたいと思います。